はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今、政治で浄化をしております。すごく黙々と燃えています。はい、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。案外、ズバズバというタイプの鑑定士になっております。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。心から感謝しております。そして外国の方も見ていただいておりますので、英語でもご挨拶させてください。Hi guys, I'm Princess Mose here. How's going on? If you like my channel, please channel registration and like button, comment please. はい、早いもので今日なんですけれども、もう12月に入りますね。11月の28日から11月の4日までの流れを見ていきます。私のウィークリーフォーチュンなんですけれども、このルノルマンカードを使って36枚、まずグランタブローで見ていきます。その時に全体運、恋愛運、仕事の方は自営業、アルバイト、パートの方と会社員の方と分けて見ていきます。そして金運、そして赤ちゃんのこと、あとはその後に1週間の深掘りということで、こちらのルノルマンカードとあとタロットを合わせてセブンデイズの流れを深掘りしていきます。そして今日なんですけれども、こちらのオラクルカードを使いながらあなたへのアドバイス見ていきたいと思います。はい、それでは選んでいただきたいのは3択になっております。一番左の方、一番左の方1番、真ん中の方2番、一番右の方3番です。こちらの上のカードで選んでいただいてもいいですし、下のルノルマンカードで選んでいただいても大丈夫です。はい、じゃあ1番の方、素直な気持ち。はい、これが1番の方。2番の方、さああなたの出番です。はい、3番の方、そのままでいて。はい、じゃあこの3択からお選びください。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方見ていきます。こちらルノルマンカードシャッフルしています。1列目のみ取りながら出していきたいと思います。まず最初の3枚で今週の流れがどうなっていくのか、さあ見ていきましょう。まずファーストカード、コウノトリが出ました。何かね、新しい旅立ちとか飛び立っていくイメージ、移動や変化、引っ越し、そういうものがねある人もいるのかもしれません。新しい変化、新しい好機、チャンスがやってくる人もいるのかな。はい、じゃあ2枚目がリング。あら、すごく素敵なカードが出ましたね。なんか授かり婚とかね、そういう可能性もあるかもしれないし、もしかしたら転職とか引っ越しとかで環境が変わる人、あとは結婚、そうだな、パートナーシップ、そういう絆、そういうものがね強くなった上で環境が変わるから、なんか新婚さんの匂いがすごくする幸せそうです。ライダーも出ました。もうこれはまさしく新しい始まり、嬉しいニュース、
吉報が来るっていう風な感じだし、あと出会いを求めている人っていうのももしかしたらね、すごい運命の出会いがあるかもしれない。なんか非常に幸先がいいカードが出ています。じゃあカードをまず1列目出していきます。鳥、フォックス、船、ハート、本、はい、鎌が出ました。じゃあ残りは出していきます。はい、それではお待たせしました。36枚のカードを 9×4 で出しております。まずあなたのカードはここです。男性も女性もこれがあなた。そしてあの人のカードはね、すぐ斜め下、ここに出ています。ただあなたが左側、あの人が右側を向いているので、今なんかすれ違いが感じられるんですよね。例えばなんだけど、同じ学校とか同じ会社にいるんだけれども、なんかプライベートで例えばなかなか会えないとか、例えば喧嘩しているとか、忙しくて少し会えてないとか、そういう感じがするかな。するかな。でそして、今週の流れがまずね、とてもいいカードが出ていて、そしてラスト4カードが手紙、ゆり、蛇、道が出てるんですね。でようやくなんかあなたが待っていた連絡、動きが遅かったり返信がなかなかなかったりとかっていう、そういう連絡をあなたが今週受け取るようです。そしてもしあなたが複雑な恋愛をしている可能性があるのかなって気がするんだけれども、そのね状況はまだ続いていくとは出てるけど、ユリとヘビが一緒に出てるので、ヘビってユリの香りが苦手です。なのでヘビが少し弱まっていくっていうのが、いわゆるライバルが弱まっていくっていうのが今週の動き。そして最終的には道が出ているので、あなた自身もしかしたら迷っていたこと、結果、そういうものが出るかもしれませんし、あなた自身の今週がターニングポイントになったり、道しるべになったり、大きな選択をする可能性があるのかな。そういうふうに出ている予感です。そして、ちょっと待ってくださいね。でまずあなたの今の流れなどを見ていると、いいですね。家族、穏やかさ、プライベート、ご自分の部屋、ご実家、地元、在宅の仕事、なんかいろいろあなた自身がとても健やかにうまくいっていると出ています。ゆっくりとゆっくりと発展していく、反映していくっていうものが出ていたので、あなた自身とても伸び伸びしてるように見えます。そして今の現状も何かあなたのところ今週は満足感があったりとか、幸せを感じるような出来事があるみたい。そしてそれがいろいろな人との集まりかな、イベントとか、例えばパーティーとかサークルとか飲み会とか、そういうもので楽しい時間を送ることができるというふうに出ています。ただあの人のことだけはちょっとだけあの人が遠くに感じる、離れているとか会えないっていうのとはちょっと違うんだけど、あの人が今悩んでいるから私は見守ろうとかね、そういう感じがするんですよね。
こう遠くからこう見つめるっていう感じかな。なのでお相手様が元気になるまで私待つわみたいな、そんな感じが見える感じ。はい。そしてあの人はっていうと、そうなの、悩んでるの。なんかね、すごくちょっとこう混乱していたりとか、非常に不安が大きかったりとか、なんかこう曖昧、誰を信じていいかわからないとか、そういう状態で、そこに今週は大和棺桶が出ている状況なので、物事がちょっとストップしちゃうかな。なのでお相手様自身は少し今週なんかあんまり外に出たくないとか、引きこもりとか、そういう可能性があるので、ちょっとこれはね、恋愛、なんかお相手様はこう自分の時間を大切にしたい、ややネガティブになっている、そういう状態が見えました。じゃあ今週のあなたの恋愛はっていうとですね、ここにね魚が出てるからいいんだけどな、非常に、今週はこうのびのびとできるっていう風な感じ。あとはアルコールの場所、アルコール提供されるところで、デートとか、もしかしたら出会いとか、そういうのもあるかもしれない。恋愛、過去に上司とか、例えば外国の方とか、そういうふうな人と出会った人とか、上司が恋の対象になった人とかもいるかもしれない。ただ今週の流れは本とタワーが出ているので、なんか距離をやっぱり感じるとか、寂しいって感じる、そういうものが出てるのかな。なんか気持ちがまだきちんと伝えられない。もし伝えられるとしてもテキスト、 LINE、メールでのやり取りっていう風な感じ。決して縁がね切れるとかそういうわけじゃないんだけれども、そういう感じで見守るっていう感じがすごく強いかなというふうに思いました。でもね、ここね、今週ね、これだけね素敵なカードがね出ているから、今週のこのなんかね嬉しいことっていうのは、あなた自身の環境の変化、仕事、そういうのもあるかもしれないし、引っ越し、新たな出会い、そういうことも考えられるかな。対あの人っていうと、今はまだ一人でいたいっていう風な感じが強いので、今週の末には結論が、出てくるんじゃないかな、そういうふうに思っています。そしてあなたの仕事運見ていきましょう。まずあなた自身が自営業、アルバイト、パートの方から見てみます。はい。今まで過去の流れを見ていると、あなた自身がこう少しうまくいかないとか、上手な変化ができない、そういう感じでこうやや辛かったのかな。ライバルが優位になっていたり、あなた自身が少し停滞してたように見えます。でも今週なんですけれども、こう大きなパワーとか地位とか、いわゆるお金とか、そういうものが入ってきて、あなた自身がリーダーシップを取る、そういうふうに出ています。そして今週の未来の流れは、仕事がとても楽しくて、ここにねお金のカードが出ているので、かなり売り上げは上がっていくのではないでしょうか。そして今度はあなたが会社員、サラリーマンの方見ていきたいと思います。はい。カードを探しています。どこかな。はい。怒りのカードちょっと待って、怒りのカードがないね。ないはずないんだよね。怒りのカード、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。あった失礼しましたはい。じゃあ今週の、会社員、サラリーマンの方が、そっか、ちょっと孤独っていう風に出てるかな。こう会社の人間関係とかがなんかこう決まりきった感じっていう感じがあって、こう仲間とかチームの人たちとやや
距離が生まれてきているような、少し孤独感を感じる部分があったかもしれないです。ただ今週ね、太陽と一緒に鎌が出ているので、あなた自身が何か殻をぶち破って楽しい、オープンな職場、明るい職場、やりがいがある職場に変えていけるのかなと、そういう感じがしています。そして今週の金運なんですけれども、はい、今週の金運は、今までは遠く離れたご両親とかにもしかしたらね、仕送りを例えばしたり、あとは急遽帰省をしたり、旅行に行ったりっていうことで、もしかするとね、ご家族のご旅行とか、お母様と旅行に行った人なんかもいるかもしれません。そこでお金を使ってしまったというふうには出ています。で、今週あなたが何か、これはね、ときめきとか新しい始まり、そういうものがね出ているんですよね。なので、もしかしたら何か、まだあなた自身が初心者かもしれないんだけれども、何かを始めていきたいと思ってるのかな。新しい何かを始めたい。これが投資とかね、そういうことかもしれない。金を買うとかそういうことかもしれないんだけれども、そういうことに興味を持っている、する可能性があると出ています。そして今週の流れが、もっと勉強したいというふうに出ているので、あなた自身が今何か、いわゆるお金を増やすことにすごく興味を持っていて、そのために友達から話を聞く、もしくは自分で本を読む、勉強する、セミナーに行く、そういうことで今週は過ごしていくような気がしています。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒にセブンデイズの流れ深掘りしていきます。はい、それでは1番の方、ルノルマンカードとあとタロット、今日は出しております。じゃあまず月曜日、コウノトリとコインの9が出ています。はい、こちら月曜日は何かあなたが飛び立つための準備ができた、大きなものを手に入れて新しいチャンスがやってくる、そういうものが出ているので、大きな収穫を得そうな感じです。そして火曜日、リングと吊るされの男が出ていて、あなた自身が少し無理をして、例えば約束したこととかがあったのかな。もしくはこの火曜日、約束をした日が案外いろいろ忙しくて、かなり無理をしながらそこの場所に向かうとか、そういう可能性もあるかもしれません。楽しい時間は過ごせるかもしれないんですけれども、ちょっとあなたの負担が気になりました。水曜日、ライダーとカップのクイーンです。あなたの優しさとか思いやりとか、癒される気持ちとか、そういうところで新しい出会いがあったら、その人があなたに惹かれる可能性もありそうです。この日はとにかく女性らしくって言えばいいのかな、柔らかさとか優雅さ、そういうものを意識するとよりいいのかな、そういう感じです。木曜日、手紙とソードの6が出ています。遠くからの連絡が来る、海外からの連絡が来る、そういうことを言っているようです。ようやく何かあなたが連絡を受け取る、そういう感じです。金曜日、ユリとカップの7、もしかしてあなたが今複雑な恋愛をしている方は、あなた自身がこのままでいいのかな、あの人の愛情はどこにあるんだろう、そういうふうに悩んでしまう人もいるかも。複雑な恋愛だけじゃなく、いわゆる長い恋愛、
片思いの方もそうかな。長い片思い、長い恋愛をしてるんだけれども、なかなか前に進めない。私は何を望んでるんだろうっていう風な感じで悩む方が多くなるかもしれない。土曜日、蛇と節制が出ています。あなた自身が例えばライバルがいる人、そういう人に悩んでいる場合、あなた自身の浄化を大切にしてください。塩風呂に入る、塩シャンプーをする、そしていいお水、泉とかね、神社のお水とか、そういうものがあなたを守ってくれる、そういう風に出ています。そして日曜日なんですけれども、はい、道とコインの7が出ているので、あなた自身はこれからの人生において、じゃあどうしていったらいいのかっていうことを振り返りと、これからの未来のことを決めていけるような気がします。日曜日に何らかの決断が出る、そのように思います。じゃあ今からアドバイス見ていきます。こちらも見ていきます。はい、じゃあこれが1番の方へのメッセージです。見てください。イエス。そしてトランスフォーメーション。はい。今週のあなたの変化は大吉だよとカードが教えてくれました。今までモヤモヤっとしていたこと、それに対して変化を起こす、新しい自分になる、新しい人生の始まり、それは全てイエスというふうに言ってくれています。どうぞ自信を持ってご自分の新しい、例えば生活、例えば新しい髪型そういうのをできるというか受け入れてみても良さそうです。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、じゃあ2番の方お待たせしております。こちらのルネルマンカードシャッフルしています。少しシャッフルします。最初の1列目の9枚だけ取りながらいきますね。はい、じゃあ開いていきます。まずファーストカードが、はい、見てください。素敵なカードが出ました。月のカードが出ました。これはインスピレーションとか恋愛のカードなんですね。すごく名声がある、ロマンス、ロマンチックな予感、そういう感じですよ。人気運もあるかもしれません。そして2枚目が手紙のカード。あなたのところに嬉しい連絡、あの人からの連絡、告白、そういうものが来る可能性が出ています。これは嬉しい連絡ですね。そして3枚目、はい、ここにフォックスが出ていますので、これは罠とか裏切りという意味もあります。なのであなた自身が非常に今週直感力が優れていますので、いろいろなネガティブなもの先に回って分かる感じになるかと思います。で、今週来るあなたのところに来る連絡はすごくいいものだと思っています。ただ若干
玉砕というか混じってる可能性もあるので、どれが真実でどれがそうじゃないかっていうのを見分けながら、いわゆる受け取る、見ていくことも大切かな、そういうふうに感じています。じゃあ残りのカード出していきます。はい、クロス。花束、復活愛の可能性でしょうか。魚、ライダー、無知。はい、怒りが出ました。じゃあ残りのカードを出していきます。もしかしたらあなた自身がですね、もうこの恋、もう私は前に進むっていう人も出てくるかもしれません。でもね、どちらにしてもあなたにとって風向きというか、なんか追い風になっていくような、旅に出るような新しい挑戦っていう風に出ているので、プラスポジティブです。そして今週のあなたの仕事のこと、まず会社員、サラリーマン、会社員、自営業、アルバイト、パートの方から見ていくと、今までの流れを見ていると、なかなか自分の満足ができるような仕事とか売り上げが厳しかったのかなって気がします。でも今あなたが頑張っていることっていうのは、しっかり根を張っている状態なんですね。で、見た目はゆっくりゆっくりに見えるかもしれないんだけど、しっかりと成長していってますよって、反映していってますよってことを言ってくれている。そして見てください、太陽が出てるから、これはすごいですね。今週かなりあなたの見えないところで大発展、大きな大きな前進、そしてあなた自身の解決、そういうものも出ていますよ。なので、自信を持ってやっていってください。かなりいい結果が出るような感じです。そして会社員の方、はい、見ていきます。会社員の方はですね、なんかゴシップとかそういうのにちょっと疲れてるって感じがしていますね。やっぱりね、どうしても会社っていうとね、ゴシップがつきものですよね。そういうところにあなたがヘキヘキしている、そういうふうに出ている。そしてあなた自身が今いろいろ岐路に立っているのでしょうか。なんか迷っていたりとか、どうしていこうかなって、分岐点として今あなたが考える、ところに来ているのかなと。いろいろなことをあなた自身が見極めているっていう風に出ているので、このまま頑張るかそうじゃないかとか、そういう方もいるのかもしれません。そして今週の金運なんですけれども、素晴らしい。まず過去の流れから見ても、大きなお金が入ってきたり、プレゼントをもらったり、すごくね、本当幸せそうな金運が出ています。で、今週環境が変わったりとか、引っ越しをする人とか、旅行に行く人とか、外国グローバルに行く人とかね、もいるかもしれないし、もしかしたらね、家をリフォームしますっていう人もいるかもしれません。そしてあの人のカードが出ているので、なんか2人で共同の、例えば通帳を作るとか、なんかそういうのをあの人の方から例えば提案してくれたりとか、そういう風になる可能性もあるのかなと、すっごくいいです。はい、じゃあ今からセブンデイズの流れ、月火水木金土日で1週間の流れ、タロットと一緒に見ていきたいと思います。はい、それではお待たせしました。月曜日から日曜日までのカードを出しています。まず月曜日なんですけれども、素晴らしいカードが出ています。月と運命の輪、
あなたにとっての恋愛、ロマンス、人気、いろいろなものがあなたの運を強力に押し出してくれています。とてもとてもついている日です。恋愛にもかなり強運な日、そのように思ってください。まずこれが月曜日です。そして火曜日、この日が手紙とカップの8が出ています。この日待っていた連絡、そういうものがなかなか来なくて、あなたは寂しい思いをするかもしれません。今のところ連絡が来る可能性があるのが月曜日か、あとこのね金曜日以降というふうに出ているので、火曜日は少し肩透かしの部分があるかもしれません。水曜日、フォックスとソードの4が出ています。あなた自身少し疲れてるのかな、なんかこう勉強とかもそうなんですけれども、おしゃれとかもそうなんですけれども、なんかこう自分に頑張りすぎているような気がする。なので休息を取るというのも大切。これが水曜日です。そして木曜日、蛇とコインの3が出ています。コインの3はお金のカード、仕事のカードなので、もしあなたに例えばいい話があるよとか、こういう投資があるよっていう話があるときは要注意です。この木曜日の話はおすすめできないです。はい、そして金曜日、ワンちゃんとコインの4が出ています。友情に非常に友情が強くなる日、これが金曜日のようです。飲み会など楽しく盛り上がっていけるような感じです。はい、土曜日、こちらが庭とワンドの6が出ています。もしあなたが土曜日、例えば何らかのパーティーとかイベントとかそういうものがあった時には、あなたから積極的に行くことをお勧めします。非常に目立つこともいいです。あなたはこの輪の中で一番目立つ人になれそうです。勝利を得れる、そういうふうに出ています。はい、日曜日、こちらリングとカップの9、願いが叶うウィッシュカードが出ています。約束ができる、約束する、契約する、あなたの心が満たされる、あの人にまた会える、付き合い始める、そういう人が多いのではないでしょうか。なんかね、恋愛についてやっぱりいいことがあるような感じ。じゃあ今からこちらのカードであなたへのアドバイス見ていきます。はい、じゃあこちらとこのカードがあなたへの今週のアドバイス。はい、見てください。レストとリーダーシップが出ていて、今週はね、やっぱりあなた自身が頑張りすぎなくていいっていう感じかな。受け身でいてもあなたはたくさんの幸せを受け取ることができるよっていうふうに言っていて、ただですね、このね土曜日だけはぜひあなたが目立つように積極的にねいろいろ言ってほしいなっていうふうに思ったんですけれども、それ以外のところはあなたが受け取る番だよって、無理して頑張らなくていいからねって、しっかり休ませてあげることも大切、そのように出ています。はい、これが2番の方へのリーディングとなります。はい、それでは3番の方見ていきます。こちらルノルマンカードシャッフルしていますが、もう少しシャッフルしていきましょう。
待たせしました。まず1列目のカードを出していきます。ファーストカード、はい、見てください。素敵なカードが出ました。ウィッシュカードのキーです。このカードは、今週あなたが何か解決ができるよとか、何かのヒントが入ってくるきっかけになる幸運の鍵、そういうものが意味されています。幸せなカードです。そしてすごい2枚目は太陽。こちらのカード一番ポジティブなカードで、もう本当に願いが叶う成功や強運、大きな成功がやってきますと。そしてあなた自身エネルギーもとても強く、運勢も強く、大勝利が来るはい、そういうものが出ています。3枚目は無知が出ています。無知、もしかしたらあなたが頑張りすぎてしまって、いろいろ体が疲れてしまう可能性もあるかもしれません。もしくはあなたが非常に素直で自己主張が嘘がない分、もしかすると何らかのトラブルや対立という可能性もあるかもしれません。素直なこと、明るいことはいいんですけれども、言葉にやや気をつけてあげると、よりこの強運を受け取れるような感じです。じゃあ残りのカード出していきます。タワー、コウノトリ、ユリ、木、道。はい、じゃあこちらがラストフォックスになっております。はい、それでは3番の方、カードをすべて並べています。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードはここ。まあ近い状況、ただ間にあるカードはね、優しいカード、穏やかなカードが多いんだけれども、あの人のすぐ横下に蛇のカードが出ていて、怒りが出ているので、なんか腐れ縁の誰かがいるとか、なんか長い彼女とか奥さんとか、うまくいってない奥さんとか、そういう感じであの人がなんか心身ともに疲れてるのかなっていう感じが今現在見えています。そしてあなたのところを見ていると、あなたも同じく心配している、ストレスがかかっている、今免疫が弱っている、そういうことも出ていて、最近何か新しいことを始めたりとか、年下の友達、そういうところで少しあなた自身が自信をなくしてしまったり、疲れていたり、それが出てきているのかなって感じがしています。でもあなた自身とても向上心が強い方で、勉強したいとか本を読みたいとか、これを頑張りたいっていうものがすごくあるみたいなので、こういう目標があなた自身を高めてくれる、そういうふうに出ています。じゃあ今週の流れなんですけれども、とてもポジティブなカードが出て、後半も星、家、花束、鎌、かなりいいカードが出ています。そしてですね、あなたの住んでいるところとか家とか、家の中に今週喜び事があるとか、今まで頑張ってきたことを手に入れるチャンス、そのように出ているので、忙しい、頑張りすぎる、口に少し気をつけるということを気をつければ、かなり今週はね、
幸運な1週間になるのではないでしょうか。で、1個だけ気になるのが、ここにクマとフォックスが出ているので、これが仕事関係の人なのか上司なのかって感じがするんですけれども、なんとなく不正とか裏切りとかそういうものがあるので、上司の動向などには注意をしていた方がいいかもしれません。なんかこう罪をかぶせられたりとかね、嫌ですよね。そういうのが出ている感じです。そしてあの人なんですけれども、今いろいろ悩み中で、まだすっきりとは晴れないとは出ているんですけれども、今いろいろ自分にとって何をするべきなのか、どうしていったらいいのか、こう自分のターニングポイントとして今しっかりとあの人は考えているような、そういう感じが出ています。そして仕事のこともそうなんですけれども、お仕事のことをね、こう自分の基盤を作ろうと思って、一生懸命頑張っている、そういう風にも出ているような感じです。はい、恋愛なんですけれども、はい、あの人との関係はね、決して真ん中のカードは悪くないんですけれども、過去の流れを見ているとなかなか連絡が取れない、約束ができない、そういうあなたが寂しい思いをしていたのかなと、そういう感じです。で、今週はまだもう少し硬直状態が続く、もう少し動かない感じになるかもしれない。でもようやく、そうだな、これがね、そうそう、流れは良くなっていく、けれども、今週はもう少しの我慢かなっていう風な感じがしています。ここでね、終わりと始まりのカードが出ているので、復活の可能性があるので、ぜひ諦めずに頑張ったらね、きっとね、いいかと思います。じゃあ今週のまず仕事のこと、自営業、アルバイト、パートの方から見ていきたいと思います。まず、はい、自営業の方、すごくね、今まで頑張ってきた、そういうふうに出ています。なかなか忙しく頑張ってきたんだけれども、集客ができなかったり売り上げが伸びなかったりっていうことで、あなたがやや辛い思いをねしていたことが過去の段階で出ています。そして現状なんだけれども、なんか心機一転したいとかリニューアルしたいとか、そういう部分があるのかな。なんか古いものを壊して新しいお店とか新しい自分になろうみたいな、そういうものが出ている。そしてあなた自身がとにかく変化、飛躍、そういうものがねすごく出てるんですよね。やっぱり頑張りたいっていう気持ち、移動をね例えばしたりとか、どうしたら確信、前に進むことができるんだろうとか、そういうことをねすごくあなたが頑張っている。ただまだ今週はネズミが出ているので、頑張りつつあなたのお客さんがつきつつも、あなた自身の悩みとか、あとは金銭的な問題がまだあるっていうふうに出ているので、焦らずにゆっくりかな、そういうふうに思います。もしかしたら経費がいろいろかかりすぎるっていう可能性もあるかもしれません。そして今週のあなたの今度は会社員の方、会社員の方見ていきますと、今までは在宅の方とかも多かったんですがね、とてもやりがいもあって、人間関係も恋愛もなかなかいいような、そういう感じがしています。福利厚生もいいのかなっていう感じで、今週会社の中に好きな人がいる、学校に好きな人がいる、取引先に好きな人がいる人は少し仲良くなれるような、そういうチャンスがあるかもしれません。ただライバルがいたり奥さんがいたりっていうことで、なかなか恋が前に進まない可能性っていうのもあるかもしれませんし、
あと仕事上でのライバル、その可能性もあるようです。少し頭が痛くなったり、なんでこの人はこんな意地悪をするんだろうみたいな、そういうことも出てくるかもしれません。でも気を長く持っていてください。はい、じゃあ今度は金運のことを見ていきます。はい、今週の金運なんですけれども、いいですね。あなた自身が金運に対していろいろ勉強するとか、こういうことをやってみたいなとか、本を読んでいたり勉強していたり、そういう姿が見えます。で、今週一緒に住んでいる人とか、恋人、家族、そういう風な人とやってみようかみたいな、そんな話が出てくるような感じもしますし、もしかしたら何らかのプレゼント、そういうのももらう人もいるかもしれません。またここでもあの人のカードが出ていて、あの人怒り花束、あの人からね、もしかすると恋はなかなかねまだ進みにくいとは出たんだけれども、でももしかするとあの人が何かプレゼントを考えてくれていたりとか、それがもしかしたら今週受け取る人もいるかもしれないというふうに出ているので、やっぱり可能性は十二分にあるのではないでしょうか。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、それでは3番の方、月曜日から日曜日までの流れ見ていきたいと思います。まず月曜日のカード、はい、こちらがキーと忍者のカードが出ています。あなたの知識とか資料深さでいろいろな幸運を引き寄せることができる、解決できると出ています。すごくいい助言をあなたが受け取る可能性もあります。これが月曜日。そして火曜日が太陽とコインの7。この日あなたはとても強運日、すごくついている時なので、どんどん前に進んで素直になって大丈夫。これが火曜日。水曜日、はい、こちら無知とフールが出ています。この日はあなたの天真爛漫さ、 TPO などがいろいろ周りの人にやや不快な思いをさせてしまうかもしれません。なので言葉とかお洋服とかそういうものはやや抑えた方がいいかもしれません。木曜日、星と月のカードが出ていて、すごく幸せな日なんですけれども、あなたは漠然とした不安を考えていそうです。例えば誰かライバルがいるのかとか、異性の影があるのかとか、そういうところ、あとは見えないものに対しての不安、そういうものもある可能性があるかも。でもね、いい日なので前向きに考えていただければなと思います。そして金曜日、家とコインの9が出ていて、あなたが住んでいるところ、ご実家などで幸せな出来事がやってきます。大きなお金とかプレゼントとか、頑張ってきたことの結果を受け取る、これが金曜日です。そして土曜日、はい、花束と吊るされの男が出ていて、恋愛のことかな。あなたが何か自分を犠牲にして頑張りすぎているかもしれません。相手のペースになっていませんか？もっと自分を大切にしてくださいね。これが土曜日。そして日曜日が、はい、これが釜とカップのナイトが出ています。もし今まで辛い状況だった方はすごく嬉しい流れになる可能性もあります。そして好きな人、恋人、
ご主人がいる方は喧嘩になる可能性もあるので気をつけてみてください。仲直りがねできるかとは思うんですけれども、ちょっと突発的な出来事があるかも、そういう風に出ています。じゃあ今からアドバイス見ていきます。はい、こちらのカードとドルフィンからのはい、じゃあこちらが3番のあなたへのメッセージです。はい、なんかすごく元気なカードが出ている。今週のあなたはプラスのエナジー、元気なエナジーで通り抜ける、目標まで達することができる、達成することができると出ています。なのであなた自身が心と体を整えながら、なおかつ私にはできるんだ、その気持ちで進んでいってみてください。きっとあなたには強い強い強運、幸運がやってくるかと思います。はい、これが3番の方へのメッセージです。どうぞ素敵な1週間にしてください。はい、じゃあ1番の方、赤ちゃんのこと、今週のね赤ちゃんのこと見てみましょう。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいて、ご主人がねなんかすごく追い詰められてるような感じなんです。逃げ場がない、今はもう一人でいたい、あんまり人と話したくない、部屋から出たくない、そういう感じでややノイローゼっぽい感じが見えるかなと。今のあなたはすごく元気だから、あなたとご主人がすごく対照的、そういう風に感じています。そしてコウノトリのカードがファーストカード、そして子供のカードがねここに出ていて、今週の赤ちゃん、そうだな、赤ちゃん自身がですね、ご両親、あなたとご主人かなの関係が今うまくいってないんじゃないかとか、何か言い過ぎたりとかした部分があるんじゃないかっていうことを心配してるみたいで、仲直りをきちんとしてほしい、わだかまりを解いてほしいなって思ってるみたいです。そしてここに百合のカードが出ているので、百合っていうのは冬の間という意味があるんですよね。なので冬の間、12月中ぐらいまでにはなんかね行きたいと思ってるんだけどなーっていうことを赤ちゃんが言ってるような気がする。そしてあなたの周りに例えばママ友とか妊活のお友達なんかがねいるのかなって思うんだけれども、残念ながらやっぱり皆さんが皆さん、ちょっと私もねなんかカードから出てるから言うみんながみんないい人じゃないというか、なんかやっぱり表ではいいことを言って裏では例えば悪口を言うとか、そういう人とかがやっぱりいるみたいなので、あなた自身が強くなりながら上手に付き合っていけたらいいのかなっていう風に出ているような気がします。とにかく今週ご主人が
とてもネガティブになっていて、もしかしたら鬱っぽい感じとか、お食事食べたくないとか、会社行きたくないとか、そういう感じになっている人もいるかもしれないので、あなたの方から無理にではなく、少しずつ話しかけてあげるとか、悩みを聞いてあげるとか、そういうことから今週始まることが、いわゆる赤ちゃんのことにもつながっていくのかな、そういうふうに感じました。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、じゃあ2番の方、今週の赤ちゃんのことを見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、そしてね、ご主人のカードがここ、きちんと会話ができている。でもしあなたにお子さんがいる方は、本当に3人4人で仲がいいような、そういう仲睦まじい姿がまず感じることができました。そして赤ちゃんを待っているあなたは、子供のことに対してしっかりとご主人と話し合っている。それも穏やかにかな、そういう感じが出ているので、ご主人との関係はすごくいいんじゃないかな。ただ最近ご主人、環境が変わったんでしょうか。引っ越しをしたり転職をしたり、それで収入が下がったとか、下がるかもしれないっていう不安があるのかもしれません。もしかすると赤ちゃんのことで、いわゆる不妊治療にお金がかかるとか、子育てにお金がかかるっていう悩みをご主人が持っていらっしゃるのかもしれません。あなたはというとですね、人間関係も良好、SNS とかも通じていろんな人と連絡が取れている、そういうふうに出ています。ただふとした時に寂しい思いをしたりとか、私は一人なのかなとか思う部分があるみたいなんですけれども、そんなことはない。ご主人とね、お空の上で待ってくれている赤ちゃんがしっかりいるので、こういうふうなね、孤独感じなくていいです。あと冷えなどには気をつけてくださいね。そして今週月とね、手紙のカードも出てるので、赤ちゃんが来てくれるとか、そういう知らせを受け取る可能性がすごく高い。あなたとご主人の間にね、子供のカードも出ているので、なので今週は非常に可能性が高い。私はそういうふうに感じています。もうコウノトリもね、ご主人の横に出ているので、もう本当にいよいよかな、いよいよ来てくれるのかな、そんな感じがしています。そしてママ友とか妊活中の友達の悪意がないかもしれないけど、そういう悪意とか、上手に距離を取りながら過ごしていけたらいいのかなと、そういう感じがしています。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、じゃあ3番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。あなたがここにいて、ご主人がここにいる。お二人の関係は決して悪くないんですけれども、でもあなた自身が金銭的なこと、体力的なこと、そういうところで今非常にストレスを抱えていると出ています。もしかしたら赤ちゃんが一度お空に帰ってしまった人もいるかもしれません。その傷がね、なかなか癒えていないっていう人もいるのかな。でも今週のあなたはそれでも前を向いて、未来に向かって頑張っていこうとする前向きな気持ちが見えています。ご主人なんですけれども、今、仕事も金銭的なことも
案外うまくいってるような感じです。ただご自分の人生を今一度しっかり考えてる、悩んでるというふうに出ているので、もしかするとそのあたりで今週以降いろいろな悩みというものが出てくる可能性もあるかもしれません。もしかするとご主人に例えば誰か気になる人、もしくはご主人が誰かからアプローチを受けていたりとか、そういうことをしている可能性もあるかもしれません。そして今週の赤ちゃんのことなんですけれども、子供のカードがあなたの隣にいて、これもね、もし一度お空に帰った子がある人、ちょっと日本語が変でしたね。一度お空に帰った子の可能性がある人は、この子がほら見てください、すごい近くに来てくれてるよって。だからママそんなに悩まなくていいよ、大丈夫だよっていうことを言ってくれてるような、そんな感じです。そして家の中に願いが、幸せが叶っていくっていう風に出ているので、これはね、すごく赤ちゃんが家の中に来てくれてみんなで喜んでいるような、そういう姿が見えるような感じです。あなたのカードとご主人のカード、重なっているカードが花束なので、花束っていうのは喜びとか、そういう幸せ、祝福、贈り物、お祝い事、そういうね嬉しいカードと重なっているので、これはねいい結果になる可能性が非常にあるのではないでしょうか。そしてファーストカードがキーと太陽が出ているので、願いが叶うよみたいな、それが赤ちゃんのことの可能性も非常に高い、そのように思いました。悩みすぎないでくださいね。はい、これが3番のあなたへのメッセージです。